Hi Bestie! ハナだよ。皆さんお元気ですか？私は結構ボロボロです。今ね、本当に髪の毛がやばくて、さっきまでもうソファーでぐうたらしてたんだけど、ちょっとやばいなと思って時間見たの。そしたら16時16分、ちょっと待って、なんか数字揃ってるんだけど、今16時16分で、もうほぼ夕方っていうかもうすぐ夜になるよねみたいな、すごく微妙な時間なんだけど、この前ちょっとだけ海外旅行に行ってて、最後はローマから日本に帰ってきたんだけど、もう時差がやばくて、まだなんか時差の感覚が抜けなくて、夜なのにめっちゃ起きるし、朝はすごく眠いっていう、本当に結構最悪な生活スタイルになってて、昨日も1時ぐらいまでずっと頑張って寝ようとしてたんだけど、眠れないからラブイズブラインドっていうネットフリックスでやってるリアリティショーを見ちゃって、めっちゃ面白くて2話見たので、1話1時間だから2時間また目がパキッとされて3時ぐらいに寝て、で今日は何時だろう、9時10時ぐらいに起きて、そっからグダグダしてて、ここの部屋が今ね、ここ見えてるところは綺麗なんだけど、こことかは綺麗ですけど、こっち側がねすっごい荒れてたので、ここにソファーがあるんだけど、このソファーに、ね、旅行から帰ってきた荷物とか Amazon で届いたものとか、なんか全てを置いてて、めちゃくちゃぐっちゃぐちゃになってたから、それを最低限整理して、で疲れて旅行の時に買ったバジルペーストでジェノベーゼを作って、パスタをたくさん食べて、炭水化物をいっぱい取って眠くなって、ラブイズブラインドをまた4エピソードぐらい見て、もう16時です。本当におしまいな生活を送ってて、ちょっとやばいかもと思って、今緊急で動画を撮ってます。今編集しないといけない動画もたくさんあるし、メールの返信も終わってないし、やらなきゃいけないことが今本当にあるの。なんだけど、もう全然できてないし、なんならやらなきゃいけないことを差し置いて、Netflix を見たり、YouTube を見たり、TikTok を見たり、インスタを見たり、X を見たり、みたいな、もう何でも仕事以外のことを全てやってて、ちょっとこれやばいなって思ってて、最近こういう生活になってるの。今旅行から帰ってきたから5日ぐらい経ったかな、多分そのぐらい。もう日にち感覚もよくわかんないんだけど、多分そのぐらい経ってて、みんなってさ、旅行行くときどういう気持ちで行く？何か新しいことを求めていくのか、なんか癒されるために行くのかっていろいろあると思うの。で、日本人って大きいくくりだけど、海外旅行よりは国内旅行行く人が多いと思うの。多分ハードルが低いからね。あと日本には温泉があるじゃん。だから私も家族で旅行行くときは大体温泉に行ってます。温泉行って、もう何も考えず温泉入って、美味しいご飯食べて癒されるみたいな感じ。で、私の感覚だと海外旅行は休みに行くっていうよりかは、なんか新しい刺激を求めていくみたいな感じだから、海外旅行を、しかも今回一人で行ったから、海外旅行に一人で行った後ってめっちゃ疲れるの。だから休みだけど休みじゃないみたいな。Vlog も撮ってるから仕事の一環だし、もう本当になんかいろいろコンテンツ作らないとやばいみたいな気持ちにもなって、あんまりなんかゆったりした旅行っていう感じではなくて、もう行くぞみたいな全力疾走の2週間みたいな感じだったから、普段私は東京にいる時はもう全然外から出るタイプじゃなくてインドアな人間なので、ここね、私の定位置なんですけど、ここでこういう感じでもう背中こんな丸めて、こうやってパソコンをいじってるだけっていう感じ。本当に疲れが取れなくて、もうずっと家でダラダラしてる生活が続いてるのね。みんなから DM よくいただくんだけど、昨日こんな DM が来たの。やりたいことがあるのに、いつもスマホを見て一日が終わってしまいます。それが悩みです。SNS が気になってずっと触ってる。やめないといけないって思っても自分に甘えて触ってしまうし、頭も目も痛くなる、悲しくなりますみたいな。この話聞いて、待って、私のこと言われてると思っちゃって、昨日とか TikTok めっちゃ見ちゃったの。もうスマホのね、スクリーンタイムみんなに見せたくないけど、ちょっと見てみるね。私も怖いです。確認してないので。 SNS の徘徊を2時間ぐらい繰り返しちゃって、でその時はなんかもう大笑いしたりしてるんだけど、戻ってみたらもう何にも覚えてないの。何この時間と思って。今これブルーライトメガネなんだけど、このメガネをしてても目が痛い。寝れないし、なんかもう今結構やばい状況なの。この DM が来た時に、私以外にもうなんか見たくないのに SNS 触ってやばいとか、もうなんかやりたいことやらなきゃいけないのに全然足が進まないですみたいな人もういっぱいいると思うの。だから仲間探しのために今動画を撮っております。私と同じ人がいたらいいなって今思ってる。今スクリーンタイム見たんだけど、1日スマホ平均時間5時間いっ
分。昨日はスクリーンタイム6時間52分です。昨日はもうずっと家にいた。TikTok 昨日2時間触ってます。マジで何を見てたのって感じなんだけど、本当に覚えてないの。なんか隙間時間に TikTok を見ることにまたハマっちゃって、前までちょっと TikTok 危険だから離れてたんだけど、もう最近本当になんか見ちゃう。パッて見たら面白いものが出てきちゃうから、もう毎回なんか適当にこうやって面白いと思って見てたら1時間2時間とか経ってて、本当に危険なアプリだなと思いつつもちょっと逃れられない最近。もし今こういう状況で悩んでる方いましたら、私もそうなので今からちょっと1日取り返そうかなと思って動画を撮ってるんだけど、今もう喋ってたら4時半になっちゃったから、とりあえず今日のジェノベーゼのお皿が今下のシンクで水浸し状態で洗えてなくて、今1時間経ってるからとりあえずお皿を洗いに行く。ちなみに Netflix の Love is Blind はめっちゃ面白い。一旦お皿洗いながらちょっと今日何やるか考えるわ。ちなみにこれテイラーの服、なんかクローゼット整理したら出てきたから着てる。外にいる時は4時ってまだまだ早いような気がするけど、家にいる時は4時はもう夜みたいな感覚で、今日は何もできなかったなって気分になるの。何時からでも外に出れるはずなのになぜかやる気がなくなるの。何か一つでも予定があるとそれに引っ張られて、予定の前はそわそわして何も手がつかなかったりする。あとは1時に何か始めようとしても1時4分になってたら、じゃあ1時半でいいやってどんどん先延ばしにしちゃうこともよくある。みんなはどう？計画通りにやろうとしてもうまくいかないことがね、私は結構多いの。今日はあんまりうまくいかなかった。だからそんな一日を取り戻すことにした。とりあえず洗面台にやってきました。今ね上にいたんだけど、今日何をやればいいのかわからなくて、 YouTube の編集も溜まってるし、スケジューリングもうまくいってないから、それどうすればいいんだろうっていうのをまとめないといけないじゃん。まずそこからなの。だしレシートも溜まってるからやらないといけないし、ちょっと待って、やること多すぎると思って、ちょっと上にいたら考えが止まりそうだから一回ちょっと下に来て頭を冷やそうかなと思って、午前中すっごいゆっくりゆったりダラダラしてて、やばいやばいやばいってなって、午後焦っていろいろやり始めて、で本当に夜中ぐらいまでやっちゃってギリギリになって焦るっていう、なんかもうギリギリになって焦るっていうのがいつも過ぎて治らないのね。いつになったら余裕を持って行動できるんだろうと思うんだけど、なんか余裕があるって分かると先延ばしにしたくなっちゃうので今やらないといけないことがいっぱいあるのにもかかわらず、その事実から目を背けたくて TikTok とか SNS とか多分見ちゃうんだと思う。だから私の今の結論だと、 SNS とかを見たくないのにスマホをすっごいいじっちゃう時って、やらなきゃいけないことが目の前にある時な気がする。2月に中国の生徒にいたんだけど、その Vlog もまだ残ってて、ちょっとこれねお蔵入りになっちゃう可能性があるってぐらい、もう本当にどうしようっていう感じです。やばいです。だからもしねみんな SNS いっぱい見てやばいっていう人いると思うんだけど、私もそうだよって言いたいし、多分この世界の99% は言い過ぎ 95% ぐらいの人たちは多分コントロールできてないと思う。逆にその自分のスケジュールを完璧にコントロールできる人本当にすごいなって思うから、私は大尊敬する。でも私はできない。でもギリギリになったらできるって感じとにかく今悩んでることは、今からカフェに行って頭を冷やして外で無理やり外に出て仕事を開始するっていう。どうしよう、もうなんでこんな時間に外出るのって感じだし、でも家にいてもなんか集中力が続く気もしなくて、それもどうしようっていう感じだし、で今雨降ってんのね。だから今ちょっと雨が止んでるから、雨が止んでる間に外出たいなって思うし、どうすればいいんだろう。本当に助けてほしい。もう髪もボサボサだし。今めちゃくちゃアイス食べたい。私が好きなのはこのスイカバーだけど、もう今から仕事するし、今日はめちゃくちゃ食べたから食べません。ここにあるねハーゲンダッツのなんかジェラート味みたいなのがあるの。トロピカルリッチ&ココナッツ。これ本当に美味しいから皆さん行ってください。これか。カフェで作業するの好きだけど、毎回荷物が多くなって本当に肩が痛いの。リュックの中にノートとかパソコンとか iPad とかも全部入ってる
今日はコメダコーヒーにやってきたよ。私日本のチェーン店のカフェの中でコメダコーヒーが一番好きかも。コメダはご飯も結構多いからカフェっていうよりかはレストランかもしれないけど、私はいつもノート持ち歩いてるんだけど、自分が今思ってることとか考えの整理とかまとめたりとかいろいろしてたら、整理整頓が全然できてなくて、一つのノートにいろんなことが書かれてるんだよね。今の SNS は何かを純粋に残したりとか誰かと共有する場所っていうよりも、誰かに見せるための場所になりすぎてる気がするの。バズるために作られたものとか短く強い刺激を与えるものが増えすぎて、見ている私たちの興味も次から次へと動かされてしまう。みんなもそんな経験したことある？私は何かを調べるためにスマホを開いたのに結局違うことをしてるみたいなことが結構あるの。私も SNS で発信する立場じゃない？自分なりに一つ一つのコンテンツ考えて作ってるし、私みたいに一人で頑張ってる人、何か目標に向かって進んでる人の助けに少しでもなればいいなと思って発信してるの。でも SNS 見てると、バズるために作られたものとか強い刺激とか言葉があるものが本当に多くて、そういうものばかり見てると、自分ももっと分かりやすいものを作った方がいいのかなとか、自分が本当に作りたかったものから考えがぶれそうになることも正直ある。SNS を見すぎてしんどくなるのは、ずっと知らない人の考えとか流行とか評価とかが入ってきて、自分の頭の中が散らかるからだと思う。それでも見続けちゃうのは、次に何か出てくるか分からなくてスライドしてたらどんどん新しいの出てくるから、刺激が途切れないからだと思う。 SNS がしんどくなった時は一旦そこから離れて、自分が本当は何が好きで何を考えていたか戻る時間が必要だと思う。現在私はコメダコーヒーにいます。コメダコーヒーはもう東京のみならず日本の本当にいろんなところにあるけど、中入ったらもうこういうね、暖かい空間にこういうソファー、このソファーめっちゃ座りやすいの。なんかもう普通にオフィスチェアよりこういう椅子の方が座りやすいんじゃないかってぐらいすっごい心地いいから、もう見つけたら入りたいっていうレベルで大好きなんだけど私は仕事上こういうね、パソコンで仕事することが多いんですね。こうやってカタ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 だから、机が広い方がいい。そして作業してる人が周りにいるとなんかモチベーションになって嬉しい。コーヒーが飲みたい、美味しいコーヒーがある、あとコンセントがあるのがすごく大事なんだけど、コメダコーヒーはもうその全てを網羅してるから、仕事やばいって時によく行ったりする。それ以外のカフェだと机が狭かったり充電する場所がなかったりってなんか選ぶのも大変だから、もう最近はコメダ一択みたいになってます今はこの豆菓子と私は絶対にアイスミルクコーヒーのたっぷりサイズを頼む。これがもう一番美味しい。本当にこれ神の味がする。なんか毎回家でコーヒーを入れてもコメダとか他のカフェと同じような味にならないの。それは多分エスプレッソじゃなくて、なんか薄いコーヒーで作ってるからだと思うんだけど、なんか外がさ夕日見えるんだけど、夕日の時間だ。今スケジュール立ててたんだけど、もうマジで YouTube とか Netflix とか TikTok とか見てる暇ないぐらいやらなきゃいけないことが本当にあるってことがようやく分かりました。今から YouTube を編集するので、もう一回黙って作業します。もう全員が作業してるし、なんならもう応援されてる。カフェでたまに机が丸いやつとかあるじゃん。丸の机だとなんかいろいろはみ出すの。だから長い机が欲しくてでもファミレスだとご飯食べてる人もいっぱいいるから、結局ここになっちゃうんだよね。東京でなんか作業しやすいカフェあったら教えてください。日本で外で動画撮るときは毎回緊張してて、なんか本当に見られてないかなとか、声うるさくないかなとか、そういうこと気にしちゃうから YouTube を何年もやってるのに毎回外で撮るのは緊張するんだけど、今はなんか周りに人がいないから撮れてる。ここで話してる今。昨日はジェットラグもあって全然寝れなくて、なんか病んでたのね。夜になったら病みやすいんだけど、なんか旅行に行ったらいろいろ心境が変わる人いるじゃん。すっきりした気分になる人もいると思うんだけど、私の場合はなんかちょっと今は憂鬱な気分になってて、多分旅行の時って仕事とか今の自分の周りの環境のこととか現実のことってあんまり考えなくて済むじゃん。現実逃避できるじゃん。しかも私は一人で行ったからなおさらもう自分の世界の中に
こもれるし、新しい世界を見て刺激を得れるんだけど、日本に帰ってきたら同じ生活がまた続くし、もう仕事にずっと追われてるし、考えないといけないことが多すぎて本当に頭が痛いの。昨日の夜はもう本当に突拍子もないことばっか考えてたんだけど、私ってなんか全然完璧じゃないよなって急に思ったりとか、知らない人の SNS 見ちゃって、もう昨日とか友達のカメラマンとか、誰だっけ、もう誰見たか忘れたんだけど、誰かの誰かの誰かみたいな、もう誰ですかっていう本当に遠い人の SNS とか見て、ストーリーのハイライトとか見て、なんかすごい羨ましいんだけどとか思ったりして、その人にもその人なりの悩みとか絶対あるし、これお互い思ってるんだろうけど、本当になんかこういうことが真夜中によく起こるの私。あとは深夜にフォロー解除した人のことを思い出したりとか、現実逃避ってことですよね多分。みんなも現実逃避してますか？私はね、無意識によくやってると思う。みんなは今どういうことで悩んでる？あとはもうね、ネットフリックスまで話が飛ぶんだけど、昨日ラブイズブラインドっていうネットフリックスのやつを見てて、今日の午前中もずっと見てたんだけど、まずポットっていうよくわかんない部屋があって、顔が見えないので、顔が見えない状態でいろんな人とお話しして、内面だけで人を好きになって本当に結婚するか選ぶっていうやつで、お決まりのパターンなんですけど、毎回絶対面白いから、暇な時よく見るんだけど、会話がすごいスマートなの。僕は詩を書いてきましたとか言って女性に詩を渡したりだとか、私ってこんなに頭の良い会話できんのかなと思ったら多分できないのね。でもあれは面白いからおすすめ。映画でもよく詩とか映画を引用しながら話してる人たちいるじゃん。あれ私絶対できないと思う。私は自分のエッセイの本にも書いたんだけど、今修行僧モードって言ってて、自分で自分のことに集中できる年って少ないと思うの。だから今のうちに自分のことに集中してできるところまでやりたいなと思ってて、今ね、友達から LINE が来て見てたら、その後無意識に TikTok 開いてました。怖すぎ。マジで私の会話聞いてたよねみたいなことばっかり出てくるから怖いんだよね。俗に言う遊ぶみたいなこと、私の人生にね足りてないんですね自分の人生の優先順位考えたら、今はちょっと遊びじゃないかなと思ってやってるけど、どうなんだろう。やってるけどたまに憂鬱になる時はあります。今は自分ができることをやります。みんなに幸せを届けたいし、お守りを届けたいしっていう感じで頑張るねみんなにその気持ち届いてたらいいな。一人で頑張ってる子がいたら一緒に頑張ろう。じゃあそろそろ仕事に戻ります。仕事を詰め詰めにして空いた時間は SNS を見て、気づいたらずっと何かに追われてたんだなって思ったの。だから意味わかんない時間にコメダに行くとか、何のためにもならないことをするとか、もっと無駄な時間が私には必要なのかも。今って全部が早すぎて立ち止まることの方が難しかったりするけど、疲れたって思う時くらいは一旦スマホを置いて違うことをしてみるのもいいかもね。何にもならない時間が自分を戻してくれるって思ったよ。みんなもちゃんと休んでください。毎日いろいろあると思うけど無理しすぎないでね。たまには何にもならない時間一緒に作ってこうじゃあご飯食べてゆっくり寝てね。また次の動画で会おうね。バイバイ。